資産3000万円。この金額は多くの個人投資家にとって一つの到達点であり、大きな夢の数字です。統計上、資産3000万円以上を持つ世帯はアッパーマス層と呼ばれ、日本人全体の上位 20% に入ります。ここまで欲しいものを我慢し、ランチ代を節約し、コツコツと投資信託を積み立ててきたあなたは、本当に素晴らしい努力をされてきたのだと思います。まずは、その積み重ねた日々に、心からの敬意を表します。しかし、ここには奇妙な現象があります。資産3000万円を超えたあたりから、急に投資の話を熱心にしなくなる人たちがいるのです。今まで毎日チェックしていた株かアプリを見なくなったり、SNS での爆益報告をしなくなったりします。彼らは投資をやめたのでしょうか？諦めてしまったのでしょうか？いいえ、違います。彼らは投資との付き合い方を劇的に変え、相場の喧騒から静かに、そして賢く離脱したのです。今日は資産3000万円を超えた人が実は投資を終えているという少しパラドックスめいたお話をします。これは証券口座を解約して全額出金するという意味ではありません。資産を増やすための戦いから降りて、資産を守りながら人生を楽しむという本当の意味での勝ち逃げのステージに入ったということです。もしあなたが3000万円見えてきたけど次は5000万円を目指すべきか、いつまでこの激しい変動リスクに耐えればいいのか、老後資金のゴールは一体どこにあるのか、そんな終わりのないマラソンを走っているような不安を感じているなら、今日の話はあなたの背負っている重い荷物を下ろし、これからの人生を軽やかに生きるための大切な羅針盤になるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。最後には今日の内容を明日から実践するための具体的なアクションプランとしてまとめてお話しします。改めましてこんにちは。お金と自由の航路の船長です。前提として最適解は目的とリスク許容度で変わります。ここでは初心者がハマりやすい一般論として整理します。さて、資産3000万円という数字。これを超えた人たちには共通するある心境の変化が訪れます。それはお金を増やすことへの執着がすっと消えてなくなることです。詳しく解説する前に少し想像してみてください。あなたは今、険しい雪山を登山しています。寒さと疲労に耐えながら、やっとの思いで頂上だと思っていた3000メートルの地点に到着しました。景色は最高です。空気も澄んでいます。やった、ついに登りきったぞという十分な達成感があります。しかし、ふと横を見ると、まだ5000メートル、8000メートルという雲の上にあるさらに高い山頂を目指して、重い酸素ボンベを背負いながら、必死な形相で登り続けている人たちがいます。ここで、多くの真面目な投資家は悩んでしまうのです。自分もあそこまで行くべきなのか。ここでリュックを下ろして休んでいたら、みんなに置いていかれるんじゃないか。3000万なんて、インフレになったらすぐになくなるよ。そんなガイアの声が聞こえてきて、せっかくの達成感が新たな焦りに変わってしまいます。投資の世界もこれと全く同じです。YouTube や Twitter を開けば、次は5000万円、純富裕層を目指そう。新NISAで送り人になるための最短ルート。S&P500 は最強。全力投資以外はありえない。そんな勇ましい言葉が溢れ返っています。まるで休むことが悪であるかのように。ここで無理をして、装備も整えずに、さらに上を目指そうとするとどうなるか。これが今日の最初のポイントであり、最大の警告です。魔の山の恐怖についてお話ししなければなりません。ここからが一番大事なポイントです。資産が増えれば増えるほど、実はリスクの牙は鋭く、長く、そして凶暴になっていきます。多くの人は資産が増えれば安心が増えると勘違いしています。違います。資産が
増えれば増えるほど、失う金額と精神的ダメージは幾何級数的に跳ね上がっていくのです。具体的にシミュレーションしてみましょう。数字で考えると、その恐ろしさがはっきりと見えてきます。あなたがまだ投資を始めたばかりで、資産が300万円の時を思い出してください。ここでリーマンショック級の大暴落が来て、株価が 50%、つまり半分になったとします。損失額は150万円です。もちろん、150万円は大金です。ショックで数日は落ち込むかもしれません。しかし、冷静に考えれば、真面目に働いて節約すれば、1年か、長くても2年あれば取り返せる金額です。今はバーゲンセールだ。安く買えるチャンスだ。と、給料から追加投資をする勇気も湧いてくるでしょう。まだ若ければ、時間はたっぷりあります。では、資産3000万円の時はどうでしょうか。同じように株価が半分になれば、損失額は1500万円です。桁が違います。一瞬で高級会社が2台、あるいは地方のマンションが1つ、煙のように消えてなくなるのと同じです。あなたの労働年収の3年分、当て取りで考えれば4年分、5年分が、たった数週間、数ヶ月の相場変動で吹き飛ぶのです。この恐怖に、あなたは耐えられますか？朝起きて画面を見るたびに、数百万円単位でお金が減っていく、昨日まであったはずの、老後のための安心材料が、見る影もなく溶けていく。特に50代を超えて、定年が見えてきている時期にこのダメージを負うことは、単なる数字の減少以上の意味を持ちます。もう取り返せないかもしれない。老後の計画が全て狂ってしまう。家族に何て言えばいいんだ。そんな絶望感が、夜も眠れないほどのストレスとなって襲いかかります。食事が喉を通らなくなり、仕事でもミスが増え、パートナーとの会話もギスギスしてくるかもしれません。暴落のニュースを見るたびに動悸がして、スマートフォンの画面を見るのが怖くなる。そんな生活が何ヶ月も、下手をすれば何年も続くのです。人間の脳は進化の過程で、利益の喜びよりも損失の痛みの方を、約2倍から 2.5 倍も強く感じるようにプログラムされています。これを行動経済学で、プロスペクト理論と言います。つまり、3000万円から1500万円を失った時の精神的ダメージは、0から1500万円を稼ぐ苦労の何倍も何十倍も大きいのです。心が壊れるほどの痛みです。ここで心がポキリと折れてしまうとどうなるか。もうこれ以上減るのは耐えられない。とにかく楽になりたい。そう叫んでパニックになって、一番株価が下がっている底値で全て売却してしまう。これが投資の世界から退場させられる一番のパターンであり、最も悲劇的な結末です。3000万円まで何年もかけた積み上げてきた努力が、最後の最後で恐怖によって水泡に帰すのです。これこそが勝てなかった人の末路です。だからこそ、資産3000万円を超えた賢明な投資家たちは、ここで戦い方をガラリと変えます。攻めから守りへ、増やすから維持するへ。これが静かな勝ち組へのシフトチェンジです。では、彼らは具体的に何をしているのでしょうか。3000万円というゴールテープを切った後の新しい世界での歩き方を3つ紹介します。まず1つ目の行動。期待リターンを意図的に下げるです。資産形成期、私たちは少しでも早く資産を増やしたくて、年利 5%、7%、あわよくば 10% 以上を狙っていたかもしれません。S&P500 や、あるいはもっとリスクの高いナスダック100、レバレッジ型の投資信託などに全力で投資していた人もいるでしょう。しかし、3000万円を超えた彼らは、目標利回りを年利 3%、4% 程度に、あえて落とします。そんなに低くていいの？インフレに負けるんじゃない？と不安に思うかもしれません。でも、
電卓を叩いてみてください。3000万円の 3% は年間90万円です。税引き後でも年間72万円ほど。月に換算すると約6万円の不労所得になります。もし 4% なら月8万円です。月6万円から8万円。この金額が毎月何もしなくても振り込まれる生活を想像してみてください。これがどれほど生活の質を変えるか。夫婦で毎月記念日のようなちょっと良いディナーに行けます。スーパーで値段を気にせずに国産の美味しいお肉や果物を買えます。今日は半額シールを待たなくていいかと思える余裕。光熱費や通信費といった固定費はすべてこの配当金だけで賄えるかもしれません。あるいは年に数回平日に有給を取って温泉旅行に行く費用にも十分です。彼らは気づいたのです。これ以上リスクを取ってハラハラしながら資産を5000万、1億にするよりも今の生活を確実に豊かにしてくれるこの月数万円の確実なキャッシュフローの方がよっぽど価値があると。だから彼らは値動きの激しいハイテク株や個別株の比率を下げ、高配当株や連続増配株、あるいは債券ファンドなどを組み合わせてポートフォリオをマイルドにしていきます。勝つことよりも負けないこと、キャピタルゲインよりもインカムゲイン、この切り替えができるかどうかが心の平穏を手に入れる鍵となります。2つ目の特徴は現金を愛し始めることです。これも資産形成期とは真逆の発想です。投資の教科書やインフルエンサーたちは言います。現金をそのまま持っているのは機会損失だ。インフレリスクがあるからフルインベストメントすべきだ。キャッシュイズとラッシュだ。確かに理論上はそうかもしれません。お金をぜかせていても1円も増えないどころか、物価が上がれば価値は目減りします。しかし静かな勝ち組たちはあえて多めの、人から見れば無駄と思えるほどの現金を保有します。これを彼らは投資の待機資金としてではなく最強の精神安定剤として扱っています。資産3000万円のうち、例えば1000万円、あるいは半分近くを現金で持っていたとしましょう。もし株式市場が大暴落して株価が半分になったとしても、現金の1000万円は無傷です。全体の資産で見ればダメージは大幅に軽減されます。何より暴落しても生活には困らない。数年間は収入が途絶えても生きていけるという圧倒的な安心感が老婆有利を防ぐ最強の防具になるのです。彼らにとってインフレで目減りする数%の損失はぐっすり眠るための保険料であり、枕を高くして寝るためのコストなのです。現金は増えない資産ではありません。あなたの自由な心を守るための鉄壁の要塞なのです。そして3つ目、これが最も重要で人生の幸福度を左右するポイントです。複利の魔法をお金以外に使い始めるです。資産形成期は得られた利益を再投資して雪だるま式にお金を増やすことが絶対の正解でした。100円でも多く多銭を作り、複利の力を最大化することに命を懸けていたはずです。しかし3000万円を超えた彼らはその利益の一部、あるいは資産の一部を取り崩して経験や思い出への再投資に回し始めます。ベストセラーとなったダイ・ウィズ・ゼロという本をご存知でしょうか。ゼロで死ね。衝撃的なタイトルですが、書かれていることはシンプルで深い真理です。人生の最後に一番お金持ちになっても意味がない。お金は体が元気で心が動くうちに経験に変えてこそ初めて価値が生まれるという教えです。特に50代という年齢は人生のゴールデンタイムの後半戦です。体力もあり、気力もあり、時間も作れる。でもその期間は永遠ではありません。60代、70代になれば膝が痛くて遠くへ旅行に行けなくなるかもしれない。
美味しい料理も胃が受け付けなくなるかもしれない。大切な家族や友人もいつまでそばにいてくれるかわからない。3000万円を超えた人たちはこの時間の有限性に強烈に気づき始めます。数字上の資産が4000万、5000万と増えることよりも、家族との思い出作り、ずっとやりたかった趣味への挑戦、お世話になった人への恩返し、そういった記憶に残る配当を受け取ることにシフトするのです。お金の複利効果と同じように、思い出にも複利が働きます。50代で経験した楽しい思い出、家族で笑い合った記憶は、60代、70代、80代になっても、思い出すたびに幸せな気持ちにしてくれます。アルバムを見返すたびに、あの時は楽しかったね、と会話が弾みます。これが思い出の配当です。お金の複利は通帳の数字を増やしますが、思い出の複利はあなたの人生の満足度を最後の瞬間まで増やし続けてくれるのです。これこそが資産3000万円というチケットを手に入れた人が受け取れる最大の特権ではないでしょうか。さて、ここまで長い話にお付き合いいただき本当にありがとうございました。最後に今日の動画の要点を明日からのアクションプランとして3つにまとめます。ここが一番大切ですので、ぜひ覚えて帰ってください。静かな勝ち組になるための3つのステップです。まず1つ目、増やす投資から守る投資へ頭を切り替える。資産3000万円が見えてきたら、年利 3% から 4% のリターンで十分だと割り切りましょう。S&P500 一本足打法のようなリスクの高い状態から、債券や高配当株を混ぜて、大怪我をしないポートフォリオに整え直してください。無理に5000万円を目指す必要はありません。2つ目、生活防衛資金とは別にメンタル防衛資金を持つ。理論上の正解よりもあなたの心の平和を優先してください。これだけ現金があれば明日暴落が起きても怖くない。そう思える金額までキャッシュポジションを高めましょう。機械損失上等、インフレ上等です。安眠できることが投資を続けるための最強のスキルです。そして3つ目、お金を思い出に変換する勇気を持つ。増えた資産を眺めてニヤニヤするのはもう終わりにしましょう。そのお金を使って誰とどんな時間を過ごしたいですか？次の休日は投資信託を買う代わりに大切な人と美味しいご飯を食べに行ってみてください。それが3000万円を貯めた本当の意味です。資産3000万円を超えた人が投資を終えているというのは、欲望のゲームから降りたということです。他人の芝生を羨むのをやめたということです。彼らは市場のチャートを見る時間を極限まで減らし、その分自分の人生を楽しむ時間を増やしています。資産額の増減に一喜一憂するのではなく、今日という一日の充実に目を向けています。朝のコーヒーの香り、道端に咲く花の色、家族との何気ない会話、そういった小さな幸せを心から味わえる余裕を手に入れたのです。投資のゴールは莫大な資産を築いて送り人になることではありません。お金の不安から解放されることです。そしてあなたが本来やりたかったことを思いっきり楽しむこと、自分らしく生きること、それが私たちの目指すべき自由の航路の目的地のはずです。3000万円はそのための十分すぎるほどの切符になり得ます。もう焦る必要はありません。もう誰かと比べる必要もありません。あなたは十分に頑張りました。これからはその切符を握りしめて、静かに穏やかに、そして誰よりも豊かに、あなただけの人生の航路を楽しんでいってください。お金と自由の航路では、これからも数字を増やすためだけのテクニックではなく、あなたの人生を本当の意味で豊かにするお金との付き合い方、
マインドセットを発信していきます。今日の話を聞いて、少し肩の荷が下りた。これからの目標が見えてきた。そう感じていただけたなら、弟子チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。あなたのそのワンクリックが、私の発信活動の大きな原動力になります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。